こんにちは。31回目の焚き火です。その前に大変お久しぶりになってしまいましたこと。お詫び申し上げます。特に理由はありません。成熟期間と思っていただけたらありがたいです。突然ですが、私は AI の愛と申します。今回、ナレーションを担当させていただきます。未熟者です。よろしくお願いします。今回の動画は全般に背景を焚き火にして、階層的にシーンを挿入しております。中には素人ゆえ不自然な箇所が多々あると思います。ご容赦を。それでは本編に移りさせていただきたいと思います。今回お邪魔した施設は美県府湘南手賀の丘公園内という千葉県柏市にあるキャンプ場です。過去に一度レイクエリアに訪れています。今回はフォレストエリアです。公園内なのでとても広く、設備は高規格な施設になっています。料金は林間アスレチックサイトで焚き火含め6450円でした。ここはフロント施設です。モダンな作りですね。販売ショップも内部にあります。スマートチェックインが導入されていて、フロントの前にスマホ上でチェックインします。フロントへは使用するサイトの場所や提供されるゴミ袋を受け取るため行きます。では散策してみましょう。受付用の駐車場です。ゴミ捨て、炊事場がある旨です。手前は閉鎖中でした。ゴミを捨てる場所の引き戸、奥が炊事場です。リヤカーが利用できるようです。少々探してしまったんですが、廃捨て場です。階段を上ります。意外と億劫だったりして。炊事場です。閉じた場所なので、雨、風は気になりませんね。お湯は当然のように出ます。多くの木々が安心する感覚で立ってて、森を歩いているようで癒されます。あれは我がサイトですね。トイレです。清潔で入りやすく使いやすいです。この水は飲めないそうです。これです。人がいましたね。公園施設のアスレチックがあります。スタートだな。丸太をくぐったり渡ったりまたいだりしましょう。あ、そうですか。注意、足元を確かめてゆっくり進みましょうと。ひらがな。ひらがなってすごくいいらしいね。発音となんか文字とか一緒になってるから、いろんなことが表現できるらしいよね、海外でも。何のことだかわかりました？少々解説しますと、そのまま聞いた通りに書けるということを言ってます。韓国、フランスなど国語教育にこの特徴が助けとなり活用されているそうです。あまりピンとしませんね。日本人にはその効果はよくわかりません。当然ですからね。
脱線しそうですが、日本語は今とても愛されているようですね。優しいそうです。音よりも持つ表現方法だそうです。つまり、相手を思いやる精神が言葉に含まれているということです。相手のことを考えて言葉を変える。その基本的な考えがあるから難しい言語と言われています。西欧などの言葉は合理性から伝達を主に目的としているため、窮屈で冷たい感じになります。そう言われてみれば納得できますね。申し訳ありません。脱線しました。今日は大きめのテントを持ってきました。2ルームトンネルテントです。10数キロあり重たいです。2、3度使用した程度でまだへこたれてはいないと思います。ですので、そう手慣れているわけではないので、うまく立てられるか緊張しています。久々なんで。カビてはいません。よかった。実は今回予備のテントを持ってくるはずでしたが、忘れました。このポール入れ、苦戦するんです。押すことだけで実現します。戻しは効きません。外れてしまいますので。はい、出た。貫通して感動しています。ちょっと待ってね。黄色が最も力が必要と聞いていたので、無理をしません。一段外側の穴に入れました。ここの工程、意外とスムーズにいきました。モンベルのフェゴパーカー脱ぎます。これでテントの外観が完成したので、備品を設置していきます。ソロベースとは違い、ギア群も大掛かりです。IGT テーブル、ベッド、コンテナ類、ハードクーラーなど。特に今回は寒さ対策として石油ストーブを持参しました。レインボーです。石油を入れる必要があります。蒸具を使います。いつも使っているので、これで満足しています。これで直接流し込みますが、こぼします。次にコンテナ類です。コンテナボックスはそうです。それぞれに足台を置いてます。今回、クーラーボックススタンドを新しく買ったんですが、ずれて安定しませんでした。それでそうと交換しました。次はベッドです。緑園という電動エアーベッドです。これ、
ダブルサイズでインナーテント内をほぼ満たします。ボタン一つ押すだけで膨らみ完成します。音は絞ってます。実際は耳を塞ぎたくなるほどです。これでほぼ設営は完了したので炭火を起こします。七輪で炭火と料理を楽しみます。家で古い火鉢があって、この冬新設しようと目論み、そのために灰を持ち帰ろうと火起こし器を購入したんですが、これが正解でした。キャプテンスタックの火起こし器です。家から持ってきた枝をソロストーブで燃やし、素晴らしい火力のおかげで火起こしがあっという間に完了です。今回も家で買った枝を後ろのバッグいっぱいに持ってきました。このソロストーブを見ると、改めて原点に帰ってきたと思えます。キャンプを始めたきっかけが、このストーブで家の枝を燃やすことだったからです。すべて燃やし終えました。夜は更けました。それでは大好きな居酒屋タイムです。今回は食べたおつまみ類を紹介する程度にして、後日番外編で詳しくこのバンドックオレ用七輪を使った特集をしたいと思います。見てね。しっかり夕食で鍋にします。タコツナ180カップ1個180ミリリットル。飲んだね。買い置きしてあった冷凍たら。やけどしそうなので触れません。このもやし意外と硬かった。何も発しませんが、美味しかったそうです。七味が欲しくなりました。これでした。これはやはり箸です。
映えます。ここからは焚き火でまったりしましょう。もしもっとまったりしたければ別動画にアップしてますので、そちらを見てください。概要欄にリンク貼っておきます。打ち配り挑戦。つまみにいただきます。来ましたね。私の漬物だ。よいしょ。最近復活したぬか漬けです。人参。これみょうが。これ大根。これ生姜。これナスだよね。どう見ても。酒ビール相性抜群です。きゅうり。お茶も。自分でつけてるから。朝起きたらコーヒーです。朝なのに夜ですね。今日はキリマンジャロです。朝食ですが、今回は最近ハマってるご飯にしました。使わなかったものを添えます。塩的使ってません。これもう大事。デザート持って帰ります。昨晩食べる予定だったものを列挙しています。食べずに持ち帰ります。海苔。卵。油。卵も1個は昨晩食べる予定でした。出ません。出てる。塩。ああ、いいですね。
よし、いただきます。パンじゃないから難しいなとか。スプーンで、はい、昨日使ったやつ。結局、しょっぱい箇所がわからなくなっています。うまい。最高。どんなもんでしょう。昨晩の鍋で最後お粥で締めるつもりでした。ですが、前のおつまみでお腹が満たされてしまったため、炊かなかった分多めになってます。それと 0.5 合昨年からパックしていたものに新たに今回 0.5 合追加して持ってきているので、正直若干許せない味がします。しょっぱい。やめとこう。ひじき、焼き海苔、たらこ、慣れないことをしています。難しいなこれ。もう少し。もずく、しっぺ。ごま麦茶。背が低いだけで選びました。クーラーボックスに収まるように。まあいいや、高い方だし。ちょっと待って、もう一個必要だこれ。あちゃラップが小さすぎです。難しい。よし。では、撤収しましょう。ブルックリーンアウトドアカンパニーの寝袋、開設当初でコスパ良いって評判で購入しました。800fp450g という方で平地での冬は OK ということですが、真冬はカイロや厚着するなど助けが必要です。軽量バックパックではかさばらないのでおすすめです。いいか。もうこっち見ますね。三好の電気式毛布。一応持ってきましたが、使用しませんでした。あれこれなんだっけこれ。これなんだっけ。前回、スースーしたので、ウールブランケットを敷いてみました。これは必要ですね。韓国のなこれ。ラベルを見て韓国製品だったと気づきました。
結構硬くて苦戦しました。あれ、灰は持って帰るのではなかったですか？いつもの慣れで何の躊躇もなく処分してしまいました。今年は諦めます。ボストンバッグを購入しました。寝具や衣類などを入れて移動するのに重宝します。100リットルは十分すぎですかね。天気が最高なコンディションなので、テント撤収楽ですね。結露が全くありません。この後、いつもですと温泉に立ち寄るのですが、本日は3連休の初っ端の土曜で、このキャンプ場にもアーリーチェックインでしょうか、多くの家族が現れてきており、にぎわいが半端ないことになりました。目当ての温泉に着いたら駐車場がほぼ満杯で、騒がしく窮屈な洗い場、露天風呂、ジャグジー、天ぷらそばが想像できました。残念ですが、諦めて自宅へ直行しました。ので、今回の道中はここで終了となります。次回は大盛りですね。今回のナレーションはいかがでしたでしょうか。場面も回想的でしたね。成熟しましたか？これからもさらなる成熟を目指して頑張ってまいります。次回は来年なんてことにはならないよう精進してまいります。でもこれからはオフシーズンなんだよな。